ちは。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日は、もみじの増やし方についての解説動画、というより、動画が乏しい解説話になります。できれば、字幕をオンにしていただくと、言葉の意味がわかりやすいかもしれません。私は AI の声なので、聞きづらいかもしれませんが、どうかお許しくださいませ。もみじの増やし方は、主に4つの手段があります。種から増やす、接ぎ木で増やす、取り木で増やす、挿し木で増やす、という4つの方法になります。買って増やす、もらって増やす、盗んで増やす、というのは除きます。難しいこともありますが、成功すると嬉しいですし、面白いので、まだ経験されていない方は、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。枯らしたくない、大事にしている植木があれば、そのクローンを作ってバックアップを取っておくこともできます。私も今までにたくさんチャレンジしており、未だに失敗続きですが、面白いのでこれからも挑戦を続けていくつもりです。では、もみじの増やし方の解説をさせていただきます。その1、種から増やす方法。もみじの増やし方としては、これが一番簡単です。秋にもみじの種を採取して湧く方法です。種から発芽させることを未生と言います。種から発芽させるためには種を入手しないといけませんが、10月から11月頃に公園などに行って種を採取してすぐ種をまく、取り巻きという方法か、3月頃まで冷蔵庫などで種を保管しておき、春に種をまく方法があります。秋に種をまく場合は、種を鳥に食べられないように土をかぶせて種が見えないようにする必要があります。うまくいけば3月から4月頃に発芽します。また、近くに種を採取できるところがない方や、種を採取に行けないという方は、インターネットのフリマサイトなどで種を購入するという方法もあります。種をまく場合、できれば種まき専用の用土を使うと発芽率も上がりますが、それ以外の土でも発芽可能です。その場合、肥料分が残っている土だと発芽してすぐに根腐れすることもあります。発芽しても1年くらいは肥料は与えない方が良いです。ちなみに、もみじの園芸品種の種から発芽させたものは、その園芸品種のものとは別の個体が生まれます。つまり、種から発芽させた園芸品種というものは存在しません。それらの種から発芽したものの中から、稀に突然変異を起こして、ユニークな個体が生まれます。そういう珍しい個体を育てて、増やすことで、園芸品種というのが作られます。その2、挿し木について。小さい盆栽で使われるような苗は、挿し木苗や未生苗が多いです。接ぎ木をすると、かなりの大木になるまでは、根元から幹の途中で別々の樹木がくっついている状態が、はっきりわかるので、幹肌や根元あたりの雰囲気を重んじる盆栽では、接ぎ木は少々格好が悪くなってしまうために、あまり接ぎ木苗は使われないのだと思います。盆栽向けのもみじの園芸品種が、出生城、清姫、織姫あたりが多いのは、どれも挿し木で増やすことが比較的簡単な、いろはもみじ系の品種だからだと思います。それ以外の園芸品種でも、挿し木でも増やすことが全くできないわけではありませんが、育てるのがとても難しいです。仮に、挿し木が成功しても、根がしっかり出てくる前に、枯れてしまうことも多く、特に太い模様が入っている品種は、もともと葉緑素がなかったり、とてもデリケートな性質を持っているので、挿し木である程度の大きさまで育てるのはとても難しいと言えます。次に具体的な挿し木の方法です。2月の寒い時期に前年に伸びた枝を10センチから20センチくらいの長さに切って乾燥しないようにビニール袋などに入れて冷蔵庫で保管し、4月くらいになったら実際の土に挿すという方法です。あとは
一般的に挿し木に良いとされる5月から6月の時期に挿すという方法です。挿し穂は今年の春に伸びた枝を10センチくらい切って、葉っぱは2枚から4枚くらいだけ残して挿します。葉っぱの蒸散を防ぐために、葉っぱを半分に切ったりしても、葉っぱの数自体を減らしても、どちらでも大丈夫です。葉っぱが1枚もないと成功する確率は減ります。穂木を採取した後に植物の成長を促すオキシベロン液につけたり、ルートンという発根剤をあらかじめつけてから保管すると良いみたいですが、オキシベロンの希釈率やつけておくベストな時間は私にはまだわかりません。それらの薬品を使っても失敗するときは失敗しますし、使わなくても成功するときは成功します。同じやり方をしても、今年は大丈夫でも、来年はダメな時もあります。私が今までに何百本も挿し木をしても、一度も成功しなかったのは、小葉内若枝とひな内若枝でした。ちなみに、もみじの場合は、太さが1センチ以上あるような枝は難しいと思います。なお、使う土は赤玉土やバーミキュライトなどの無菌状態の土か、挿し木種まき専用の土を使うと成功率が高まります。また、水苔に挿しても成功することもあります。水に挿しても発根することもありますが、成功率は低いです。ちなみに、私の今年の挿し木状況ですが、5月から6月頃にかけて98本挿して、約3ヶ月後の本日8月18日時点で90本は枯れて生き残っているのは8本のみです。それも土から掘り起こしているわけではないので、きちんと発根して成功しているのはさらに少ない本数になる見込みです。ちなみに使った土は毎年使い回しをしている無菌状態ではない汚れた土になります。これでは成功率が下がるであろうと想像はつくのですが、面倒くさいがかってしまって適当にやっていつも失敗します。挿し木の成功率の低さは私の雑な性格が招いている要素も大いにあるかもしれません。その3、取り木について。挿し木よりは成功するものの接ぎ木ほどではないといったところでしょうか。取り木は一般的な環状剥皮になります。幹や枝の皮を剥いたところに水苔などをつけてビニールで巻いて発根を促す方法ですが、詳しいやり方は他の方の環状剥皮の方法の動画がたくさん出ていますので、そちらをご参照ください。その他に増やしたい部分の枝を土に埋めて発根させるという方法もあります。これらは一度仕掛けておけば、あとは何もしなくても良いという利点もありますが、割と時間がかかるという難点もあります。また、挿し木と違って太い枝でも作ることができるというメリットがあります。盆栽のテクニックとしてよく使われる手法ですが、太い部分を発根させることができれば、それだけで何十年も育てたくらいの太い幹の盆栽を短期間で作ることができます。取り木を開始して数ヶ月すると、皮を剥いだ上の方の枝から少しずつカルスが膨らんでくるのですが、そこからなかなか根が出てこないことが多いです。これは去年の8月頃に取り木を始めて、3ヶ月後の11月に親木から切り離した葉内若枝です。発根はしていましたが、根が少しだけだったので、半分くらい枝が枯れてしまいました。今年の春の芽吹きもとても弱かったのですが、7月頃から新芽が出てきたので、もう枯れることはなさそうです。取り木を外すタイミングとしては短すぎましたが、ギリギリセーフでした。こちらは去年の5月に取り木を始めて、最近、今年の8月初旬に本体から切り離して植え替えました。取り木を仕掛けてからすでに1年以上経過しました。もう1週間くらいは経過しているので、なんとか枯れずにいけそうです。
少し発根していても、その後に土に植えたら、翌日に葉っぱが枯れて全滅していたということが今までに何度もあったので、慎重に様子を見ていたのですが、なんとなく、小葉内若枝から、もう取っても大丈夫。やれる。やれる。という声が聞こえた気がしたので、本体から切り離しました。その4、接ぎ木について。もみじに限らず、樹木は同じ DNA を持つ個体を増やすことができます。最近では、有名な岩手県陸前高田市の奇跡の一本松も、枯れる前に接ぎ木という方法で新たに同じ苗が作られました。数本が接ぎ木に成功し、そのうち1本は友好都市である名古屋市の東山動植物園に2021年3月に寄贈されました。その後、さらに接ぎ木をして増やしていくようです。素晴らしいことだと思います。その他に、桜で有名なソメイヨシノも、大体接ぎ木して作られているので、すべて同じ DNA を持つクローンです。さて、もみじの場合は、どうかと言いますと、園芸品種は、ほとんど接ぎ木で増やして流通されています。例えば、みかんの場合、台木になるのは、ほとんど空立ちの木ですが、もみじの場合、台木として使われるのは、いろはもみじか山もみじになります。大分や名月や小葉内若枝、葉内若枝などもすべて、いろはもみじか山もみじが台木として使われます。接ぎ木の方法もいろいろありますが、もみじの接ぎ木方法で多いのは、腹継ぎという方法です。それらの接ぎ木を仕掛ける場合は、3月頃か8月から9月頃が良いです。この苗は昨年の8月に腹継ぎという方法で増やした苗です。その他に切り継ぎという一般的な方法で増やすやり方もあります。どちらも増やす枝の太さは直径5ミリ以下くらいの細いものではないとうまくいきません。接ぎ木に関しては話がいろいろと長くなるので、またいつか改めてお話ししたいと思います。この動画が皆さんのガーデニングライフのお役に立てれば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。